はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速本題に入りますけど、みんなニュースとか見て気づいたことありませんか？観測史上初、過去最大とかいう言葉、めっちゃ耳にすること。いや、どんだけ俺らの時代荒れてるのって思うでしょ。今までの世界温厚すぎでしょっていう。もう聞きすぎて逆にやばくないんじゃねって思い始めてるでしょ。日本沈没っていうね、ドラマもありましたけど、今世界が SDGs に向かっている。今人類が一番ね、直面しなければいけない地球の未来。果たして僕たちは未来をつかむことができるのか。最近印象に残っているものだと、先月18日にニュースになった北海道の大寒波。なんとこの日、北海道の札幌、小樽で24時間に降った雪の量が観測史上1位を記録したんです。時間を少し遡ると、2019年と2020年に起きたオーストラリアの森林火災。特に2019年には平均降水量が観測史上最も少なく、空気が乾燥していたんです。しかも平均気温も過去最高を記録しちゃって、火災が発生しやすく拡大しやすい環境が整ったわけなんです。オーストラリアって12月からね、2月が夏の時期になるんですけど、その初夏にあたる12月には記録的な熱波が到来していたんです。初夏で熱波って異常じゃないですか。他にも2020年8月にアメリカのカリフォルニア、オレゴン、ワシントンの3つの州でかなり大きな火事が起きました。特にカリフォルニアでの火災は複数の山火事が高温と風によって集まって一つの大きな火事へと発展してしまったんです。火事により約30万ヘクタールの土地が焼けてしまい、カリフォルニア州史上最大の火災となりました。もともと温暖と乾燥した地域なので、年間約ね15万ヘクタールほどは山火事などによりね消失してしまってはいたんですけど、2020年の火事では年間消失面積の約2倍の面積がたった72時間で焼けてしまったんです。カリフォルニア州の隣に位置するオレゴン州では、この火事により50万人が避難せざるを得なくなったんです。火事の影響は近隣の州にも大気汚染という形で及び、僕の地元シアトルなんかもね、煙のせいで真っ白だったらしいんです。それが約1ヶ月以上ね続いたらしいんですね。最もひどい地域では防護マスクなんかつけないと外に出れないぐらいだったそうです。火災の他にも過去40年以降、アメリカではハリケーンが発生する確率とその数が10年ごとに 8% 上昇しているらしく、例年の観測史上最高気温を更新するたびに比例するように、かなり強力なハリケーンが2020年、2021年とバンバン到来しているというんです。最近でも12月10日夜から11日にかけて、アメリカケンタッキー州で30個以上の竜巻が発生し、ケンタッキー州やミズーリ州など6つの州を襲いました。竜巻はケンタッキー州内だけでも320キロ以上移動し、ネット通販大手のアマゾンのね物流倉庫が倒壊するなど凄まじい被害を出したんです。こんな感じでもう例を出したらね、キリがないぐらい世界各地で異常気象がね発生していて、実はこの異常気象に関連しているかもしれないのがポールシフトで、もういろんなところで言われまくってますよね。1年前にメインチャンネルの方でもこのポールシフトについて話してはいるんですけど、でもいよいよねいつ起きてもおかしくないらしく、世界の科学者らが言うには近々地球規模の大変動が起こり、地球が居住不可能になるかもしれないとか、いきなり言うことが世紀末で極端すぎて誰も真に受けないんですよね、こういったこと。最近ネットフリックスでもそういった映画ありましたよね。Don't Look Up ってやつ。なんか隕石がね地球に迫ってくるんだけど、100% ね、ほぼ 100% 迫ってくるんだけど、誰もそれをね真に受けなくて、いや冗談でしょみたいな感じで扱うやつ。軽く説明すると、ポールシフトとは磁極が反転することで方位磁石の N 極が北を向かなくなるんですね。要は S 極と N 極が入れ替わっちゃう的な。でもポールシフトって20万年からね30万年周期で繰り返されていて、過去360万年の間にはね11回も起こっていたとされているんです。人間に例えると多分オリンピックの頻度ぐらいですかね。結構頻繁ですよね。ただこのポールのねシフトさん、まだ人類は経験していないんです。なんで地球に住めなくなるのか、どんな影響がね僕たちになるのか気になりませんか？まずポールシフトは通常20からね30万年周期で起きているらしいんですけど、今現在からね一番最近のポールシフトは約78万年前に起こったとされているんです。なので欧州宇宙機関 ESA の地球磁場観測データによると、ポールシフトの発生はまさにいつ起きてもおかしくないという状況というわけなんです。現にポールシフト発生の
前兆もすでに現れているらしく、過去200年間の地球の磁場が 20% も弱まっているんです。この調子で本格的にポールシフトが起きれば、今よりもさらに磁場が不安定になり、地球を覆っていた磁気バリアがもうめちゃくちゃな状態になると、磁場が弱くなっているところはオゾン層のバリアも薄くなるので、そこに太陽から大量に水素が入って、結果地球に水が増えるという話もあるんです。なぜ太陽からの水素でね、地球に水って、当たり前ですけど、地球の空気中にはね、酸素があるじゃないですか。その酸素と水素が結びつくことで水が生まれるんですね。なのでもしかすると、ここ最近のね、海面上昇は地球上の氷が溶けているのではなく、本当にね、水が増えているからなのかもしれません。この磁場がね、薄まってオゾン層がね、薄くなる。これが極限までいくと、生物にとって有害な太陽風がオゾン層を破壊し、直接僕らに注がれることになるんです。これにより、がんの発症率は上がるし、暑くてすぐ焼けちゃいますよね。研究者たちの見解では、毎年数十万人が死ぬと予測されています。もし生き残った人類が地下に避難できたとしても、問題は山積みで、アメリカコロラド大学ダニエル・ベイカー教授によると、もしポールシフトが起きれば発電所が機能せず居住不可能地域が出てくるっていうんですね。イギリスリバプール大学のリチャード・ホーム教授も、これは本当に深刻な問題です。数ヶ月でも電気供給がない状況を想像してみてください。現代社会において電気を使わずできることはほとんどないのです。と、本当にポールシフトが起きた場合はね、かなり深刻な状況だと警告しているんですね。僕たちが運よく生き延びて地下に潜っても、多分ね、最初の何ヶ月もの間はね、電気も何も使えなく、原始的な生活に戻ることになるそうです。そして地下の生活はいつまで続くのか。ポールシフトが起こって地球の磁場が正常化するまでにかかる期間は、特定の種類の岩石の分析から得られた物証では、ポールシフトが完了するまでに約1000年から最高8000年かかっていたことを示しているんです。 NASA の見解だと、最初の200年は確実に太陽風にさらされ続けるとか、下手したら人類はその間ずっと地下暮らしなら、人類もね、それに適した進化とかしそうじゃないですか。例えば暗い中でも目が見えるように目の中全体が眼光になるとか、太陽光を浴びないので肌も白くなるとか、ありえそうですよね。まあこんな感じでポールシフトが本格化すると、地球はしばらく死の惑星と化することです。そもそもポールシフトが起きる原因は、地球内部にあるコアの周りをぐるぐる回っている外核が関係しているということは分かっているんです。ただその動きがどんな感じでね、ポールシフトを起こすのか、具体的なメカニズムはまだ解明されていなく、今僕たち人類のね、技術ではね、このポールシフトを回避することはまあ難しいそうなんですね。これからの技術でね、この太陽風をね、防ぐなんかドームみたいなのが形成されることはあり得るかもしれないけど、もう一つポールシフトの前触れとされているのが、磁軸の大移動。磁軸の観測というものは1831年から行われていて、当時は毎年10キロ程度の移動だったのにもかかわらず、1970年以降は毎年約40キロも移動するようになったんです。そして2020年にはカナダを抜けロシアに向かって移動しているんですね。この磁軸が大きく移動する原因も、コアの周りを回る外核に関係していて、この外核の動きが地球の磁力を作っているんですけど、これがあるから自然界で渡り鳥なんかがね、季節によっては正確にね、暖かい南に移動できるんです。他にもクジラだったりイルカだったり海の生物も同じ能力があると言われています。でもその磁軸が傾いてきたということなんですけど、これにより外核の動きも弱まっていると推測されているんです。地球の中でコマがぐるぐる回っているとしますけど、コマってだんだん回転が弱くなってくると、中心の軸が大きくブレ始めますよね。そしていつかは止まってしまう。これが地球の磁軸にもね、同じことが言えるそうなんです。この軸のブレにより自然界ではね、様々な異変が起こるんです。海の流れが劇的に変わり、上空の気流も変わってきます。それにより気候が変わり、ハリケーンや台風の巨大化が多発、大陸も劇的に変動していくので、火山活動の活発化や地震もたくさん発生していくということになるんです。もしも外核の回転が弱まると、地球の重力も弱まっていくので、ポールシフトが起こるんですね。実は惑星もポールシフトがね、起こった後の姿だと推測されているんです。覚醒層じゃないの？ NASA の火星探査メイブン計画の主任研究員であるアメリカのコロラド大学ボルダー校のブルース・ジャコスキー氏は、メイブン計画によって火星が大気と海の水の 99% を失った原因を明らかにした発表を行いました。火星は過去数十億年太陽風にさらされ続けていたことが、大気と水を失った原因だった。磁極のポールシフトが発生した場合、地球は200年間磁場を持たない状態になります。その間
は太陽の放射線は磁場の防御が消えた地球に降り注ぐのです。数十億年前の火星と同じように。あれが地球の未来だと思うとなんか怖くないですか？もともとは生命がいてね、それが地下に潜って今でもあの内部に暮らしているというちょっと怖い。人類はね、磁場を感じる能力が一応ないとされているので、ポールシフトがね、本格化していってもほとんど気づかないとされているんですね。感度ビンビンな人は気づくかもしれないけど、実際過去50年間で南アメリカ、南大西洋付近の磁力が他の地域と比べて 9% ほど減少していますが、人体への被害などは報告されていません。ただ、磁場の少なさは暴動などにつながりやすいという話もあるんですね。一応人体にも電気は流れているので、何かしらの影響を受けて衝動的になったりするのかもしれません。知らんけど、みんな知ってるかわからんけど、日本映画でもドラゴンヘッドというね、地球のコアが止まったかポールシフトが起きたかでね、磁場が狂ってみんなおかしくなった映画ありましたよね。そんな感じで狂気に満ちた世界になるかもしれないっていう、だから最近物騒な事件とかが多いの。いつの時代でもね、こういったことは全然あり得るので、特別ね増えたっていうわけではないと思うんですけど、こんな感じでポールシフトの発生は高確率で絶望を感じますが、希望はあります。実は白亜紀後期、地球は表面が約12度回転する真の極移動を経験した可能性があると学術誌ネイチャーコミュニケーションズに掲載されたんです。この研究結果によると、当時の地球表面は自転軸に対して最大で約12度回転した可能性があるというんです。どういうことか全然わからんしょ。これは地球の回転軸は変わらんけど、表面が12度傾いたということなんですね。研究グループは約8400万年前の白亜紀後期に発生した可能性がある真の極移動を詳しく調べるため、イタリアにある白亜紀の石炭元素を調べたんです。そこから得られた古地時期のデータを分析した結果、地表が12度移動した後、元に戻るように逆方向へ回転したことを示しているということを発見したんです。ちょっと傾いたけど復活したということなんですね。まだまだ現役。地球表面は約8600から7800万年前にかけて800万年間に合計で約24度、100万年あたり約3度のペースで回転したことが考えられていて、しょっちゅうね、地表だけが傾いたり戻ったりしてるっていうことです。ということは、北極の自軸移動ももしかしたらこの表面だけの傾きっていう可能性もあるみたいで、だからといってね、ポールシフトが起きないというわけではないんですけど、ただこのポールシフトの話と毎回セットで話されるスピリチュアル的なね、意味を持たしているものがあって、実は2012年から太陽系はフォトンベルトの中に入ったという説です。このフォトンベルトに関してはね、いろんなところで議論されていて、宇宙に存在していると言われる太陽系がすっぽり入ってしまうぐらいバカでかいリング状の光のベルトです。1981年オーストラリアの UFO 研究会の雑誌にチャーリー・ケンプという女子大学生がフォトンベルトストーリーという仮説を投稿したんです。それ以降ね、フォトンベルトがね、広く知られるようになったんですね。一人の女子大学生がね、投稿しただけでこういった都市伝説に発展していく。彼女曰く、宇宙を構成する素粒子の電子とそれに反する暗粒子である陽電子、これらが接触し光子となることでフォトンが生まれるということなんですね。銀河系は24000年周期でゆっくり回っているとされ、その回転と直結した形で集まったフォトンは大きなリング型のベルト状という形になったというんです。そして地球は自転しながら太陽系をゆっくりとね、大きく公転しているんですけど、太陽系が銀河を公転してある時からフォトンベルトへと近づいていき、2000年かけて中を通過すると説明したんです。このフォトンベルトをね、通過する際、地球ではね、様々なことがね、起こるとされていて、フォトンベルトは強力なね、磁場を持つので、遺伝子レベルで生命を変容させ進化させるという説もあるんです。同時に地球がフォトンベルトに入ると大きな災害が起きるとも言われ、それが磁場の減少、電子機器の不具合、氷河期への突入らしいんです。ただこれを乗り越えれば人類の進化が起こるんだとか、フォトンベルトを通過する際に超高密度な光や電磁波エネルギーの中に入ることで次元物質の疑念がなくなり、生命の遺伝子や意識体など全てが高次元に変換されるらしいんですね。本当かよ。 NASA がフォトンベルトの撮影に成功したという噂も出ていましたが、 NASA は公式的にコメントを出していないので、結局フォトンベルトの話は都市伝説の域を出ないでいるんです。どうでしょう、このポールシフトの話。なんかすごいポールシフトの
の話ってなんか曖昧ですよね。はっきりしないっていうか、毎回ね、調べるたびになんかポールシフター起きてる、いや起きてない、いや起きてる、起きてないみたいな議論がされていて、まあね、日常的に N 極、ES 極はね、もうこんなぐちゃぐちゃな感じで表されていたりもするので、まあそんな大したことないよとも言われているので、ほんとなんとも言えない。異常気象が起きているのは間違いないじゃないですか。ただこれも、例えばね、これが地球の今までの全ての一生だとするじゃないですか。地球のこの一生の間、人類が観測しているのって、これぐらいじゃないですか。これぐらいなので、それは観測史上初になるわ、みたいな。これでえぐいこといっぱい起きてるかもしんないけど、人類が観測できてるのはここだけなので、普通にこれはね、自然なサイクルなのかもしれないし、本当なんとも言えないのがこの気候変動、ポールシフトとかの話ですね。はい。皆さんはどう思いますか？意見聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。